ヒゲランドとジョンです。今回日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきたいと思います。最終日ですね。6月の最終日、ちょっとね、対戦自体は41対44ということでね、相変わらず対戦相手も非常に強いクランが多かったですね。今月のクランリーグは。ルートライダー弱体化されてもルートライダーでね、バシバシ全開取られて、まあこっちも取ってはいるんですけど、というところでした。というわけでね、最終結果見ていきたいと思います。トータル順位は2位という形で、成績見ていきましょう。オール全回多いですね。上から1、2、3、4、5、6、7、8、9人パーフェクト。非常に素晴らしい成績です。9人パーフェクト。で、ここから、ここまでですね。が、前回ではなかった人。僕とクラウスが1コケずつちょっと 6% 落としてしまいましたね。僕はね、初手で食い火が開始数秒で死ぬみたいなね、プレイングで1回こけてしまいました。94までって形だったんですけど。ちょっとね、気づいたことがあったんですよ。一番下がね、リュウタ君で18点という形で、まあ、今月は攻め残しなかったので非常に良かった回なんですけど、まあ、ちょっとね、こけた10位の僕からいくんですけど、ルートライダー、クイヒーのルートライダー、クラウス、ルートライダーラッシュ、カズマくん、ルートライダーラッシュ、コマくん、ルートライダーラッシュ、キャスリーさんはドラゴンですが、リュウタくん、ルートライダーラッシュということでね、こけた6人が5分、ね、そのうち5人がルートライダーを使っていたということでね。まあ、もともと使用頻度が高いユニットではあるのであれなんですけど、まあ、クイラバとか他のユニットを使えてね、ガクとかライドラッシュとかでもね、天才ラバルとかクイラバ勢が上に2人いたりとかで、共通点に気づいてしまいましたよというところで、ルートライダーを使った人の方がこけているということに気づきました。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。ニアロメクイラバということで、クイヒーラバルグをずっと使い続けたのが2人かな。クイラバ7分の7全回という形で。うん。まあもちろんね、ルートライダーを使ったからといって必ずこけるわけでは全くなく、ちゃんとね、プラン通り行けば全開になるっていうのも、もちろんね、全ユニット、あれなんですけど。まあ、このね、データだけ見ると、ね、このメンバーで、こけた人がみんなルートライダーをかなり使ってましたよっていう情報が入ったら、ねえ、ちょっと、そうなんだって思うよね。弱体化の効果ありきりじゃない、さすがにこれは。だって他のユニットに切り替えた人がしっかり7分の7取れてるからね。まあ、額のライドラッシュ採用とかもだから、対戦とかでも使ってるぐらいになってるし、練習にもなるし、あれにもね、非常に普段使いのユニットとしても強いしっていうところでいいですね。あとはこの時間の関係ないところでできるクイラバとか、星さんの天才ラバルとか、星さんはもともと関係ないけどルートライダー。あとはそれでもルートライダーラッシュを使い続けてね、7分の7取った人たちも数名いたので、その辺もさすがでしたね。ひろやさんとか、チャワさんとか、ヤッターくんとかもな。クイーンの方がヒーラーを失ってトルネードに消されて、これは苦しい。ただロイヤルチャンピオンで繋いでいきます。裏からのレイジバルーンもうまいですね、それ。ルーターの方にもリクス系が駆け寄っていく。この辺削ってほしいけど。ロイちゃんレイジ、インビジブルと。だいぶ辛いっすね、これ。よく持ってったな、これが、ちゃんと。シューターの燃焼ダメージがギリギリ最後まで届き、ロイちゃんの方もこれだいぶ苦しいんですけど、フリーズ打って、もう一発フリーズ打って、もうダブルフリーズでここ、ロード作った方が良かった気がする。いや、これ絶対ロードフリーズだったな。さあ、残ったユニット、激渋ですが、4体のバルーンがいるので、投石の方は大丈夫そうですね。だから、ロイちゃんを落とすかどうかが大事だったので、ロイちゃんを処理できるね、ロイヤルチャンピオンの延命が結構大事だったんじゃないかなというところですが、これはロイヤルチャンピオンの処理をせず、先に投石が折れて 100% 危ない。ギリギリ。さあ、チャーサンルートライダーラッシュ。下から、クイーン3時、10日弊社を置いて、中央ぶち抜きプランですね。あれ自分で割ったな、これ。10日弊社終わりましたね。さあ、ちょっと痛いミスが飛び出しましたが、まあ。さあ、レイジ置いて、やっていきます。
援軍はバルーンアイゴレというところで、ちょっと頑張りますが、エビドラもなんかすごいところにいたな、今。で、オーバーグローも残ってるんですけど、これタウンホールかける形かな？どうだろう。フリーズ打って、やっぱここね、レイジの乗ってないルートライダーの進行遅すぎて、ちょっと、苛立ちのフリーズが出ましたね。全然進まんな、こいつ。削ってくんないからフリーズ打ちましたね。で、タウンホール区画オーバーグローかけて、クイーンはフローズンアローなので、ギリギリ延命がされて、グロークタ持ち。裏はスーパーバーバリアンで削りを入れて、落としていくと。タウンホールがここで現れまして、ロイヤルチャンピオンにレイジを置いていきます。反対サイドもね、ルートライダーの方にもレイジが余ってたので、穴開けもしてくれたし、非常にロイヤルチャンピオンも能力残して、サッカーボール飛ばして、サッカーボール作業ならもっと早く押してもよかったかもしれないけど、ナイス展開。各ヒールトライダーラッシュ。最終戦のアタックなので、さすがに覚えてはいるんですけど、ガゴサイドカット兼って感じだったんだけど、ちょっとクイーンの最初の立ち位置ミスったかなっていうのが所感ですね。この後皆さん分かる通り流れてしまうんですけど、右の方向に。これは金庫行った後ビズと行くなーと思ってたんで、来てもらってからここインビジブル隠していくと。はい。で、ホーミングチェックバルーンもレイジに乗せて、軽くどうせね、上がるところなので。はい。で、ウォールブレーカーつけていきますと。ホーミング見えましたね、今。うん。で、もう一度、一応かけて、左サイドも見るような意味で。モノリス痛いとかもしたけど、ちゃんと動いてくれて、そこにレイジにこれで十分ですね、と。どっか弊社を置いて、ルートライダーパートスタートです。これね、合流もできるところで、キングもクイーンもロイヤルチャンピオンもルートライダーの後衛ユニットとして働ければ火力が落ちたとて関係ないでしょうというところ。ホーミングチェックも入れつつ、援軍ポイズン抜いて、トームをかけるタイミング見て、どうするかなと考えてたところ、クイーンも入るタイミングでトームをかけていきます。東海兵士も結構刺さりやすそうなポイントだったんでね。回収歩かせ。いいっすね。で、タウンホール区画をかけてはみたんですけど、これかけんくてもよかったかちょっと微妙だなと。悩ましい。モノリスに捕まってる前衛部隊いたんで、かけとくかって感じでかけたんですけど。イメージ的にはだいたいこの辺かけとけば、最終的にタウンホール集まって仕事するやろみたいなプランではあったんで。そんなにあれじゃなかったんですけど。ここで現れるんだけど、誰も気づいてくれません、モノリスに。クイーン気づきまして、キング能力解放、モノリスの方向へ走っていきますが、ちょっとこのガントレットがね、すごいいろんな、でもそこタウンホール向かってくれたんだ。で、クイーンレイジを置いて、あとは解放で終了ですね。これキング強すぎないそれ。ありがとうだな、キング、それ。強すぎるな、それ。確認よ。これで全開です。若干ちょっと時間の方がシビアにはなったけど。食い火戦術ってそんなもんなんで。高くさん、ルートライダーではなく、ライドラッシュ。ジャイアントアロー一戦。対空を降りつつ、インビジブターの解除を狙っていきました。エアスイーパーも反対向きではありますが、止めていって。これでキングとクイーンの方で両サイドの対空砲を削って、中央突撃艦。レイジからのフリーズを置いて、真ん中ですが、ちょっとトルネードも入ったので、時間はかかりますが、しっかり落とすことができています。このスーパードラゴン災害がね、やっぱバルーンだとね、全部潰れてるんですけど、こうしてロイヤルチャンピオンの削りができたりとか、僕もね、昔突撃艦真ん中投げるときスーパードラゴン入れてよくやってたんで、わかるんですけど、めちゃめちゃ強いんですよね。
とは結構インビジブル積むの好きだけど。パドラ、インビジブル結構強いからね、突の。残り用によっては。キング外周、これは、サッカーボールなので、良きところでサッカーボールが飛んでくると思うんですけど、まだ貯めてます。こうなるとスーパーバーバリアンとかで外周部削ってサッカーボール。ああ、いいね。サッカーボール強。で、インビジブルターンの解除もしてくれました。すごいな、斬新。光ってんのにすごい全然ちっちゃいし、何も破壊しないキング。いや、今のサッカーボールいいね。ナイス。デッサンクイヒールートライダーラッシュ。テスラチェックしてから、イーグル方向へ。まあ、イーグルマルチアーチャーターがあるところ。おお、赤バク。ベビードラ置いた瞬間に。ギリギリ。ナイス。迫撃にバルーン出したらそうだよね。赤バク絶対あるよね、それ。一応ガーゴイル出して、残った赤バクがないかを確認しましたが、大丈夫と。多分ベビードラの赤バク見えてなかったんかな、ワンちゃん。どうだろうわかんない。見えてたよね。ホールブレッカーはまだ投げず、タウンホール打てるからって形かな。このまま、そしたらタウンホール区画を開けるのではなくて、左サイドなのかな右、でもこっちかけたくない。出せると思うけど、つかないかな、これ。インビジブルターがここで解除。そうか。インビジブルターこれで解除できるのがクイーンで。クイーンクロークのタイミングで、インビジブルターも解除できて、これクイーン自体で解除させんのめちゃくちゃいいな、それ。両サイドクイーンでインビジブルター解除できたもんね、これ。めっちゃいいな。それ。確かにだな、これは。でも右に流れたらやっぱ頭の中でさ、インビジブルターにフリーズってそこ殴らせて、で、そこ進めてっかみたいなイメージでついちゃうんだけど、解除だけさせて左に動かす。うまいな、これ。さあ、レイジが切れたので、ルートライダー自身の攻撃力で戦わなきゃいけない状況。ここがね、やっぱルートライダーの弱くなったとこっすね。見て、この攻撃力。ちょっとこれね、おでんとミニおでんが殴ったんで、ちょっと攻撃はしてくれたんだけど、そう、後衛ユニットがいるかどうか。おでんの攻撃力もでかいね、じゃあ、こうなると。削れないねー。配置クロスの HP が全然減りません。とはいえ、ユニットが後ろにいればそれで OK と。これがルートライダーの役割。アタッカーとしての役割をね、与えてしまったのが良くなかったね、今までは。フミス、天才ラバル、アイゴレ、天才をしてから、キングを2ヒーローのところへ。オールブレーカー3時もつけていきます。入るんかな。ちょっとシングル残りそうなフラグ。3時のね、金山カット間に合わなかった。これはちょっと入らないかな、どうだろう。ロイちゃん使っていく形でリカバリーをして。戻るんだ、それ。で、ラバル一気のドームかけていって、援軍にはポイズン。シングルギリギリでしたが、なんとか間に合った。これうざいね。これフリーズが重なっていきますが、フォックスのおかげでここターゲット。フォックス消えろ。消えろフォックスナイス。消えなかったけど、ターゲット取ってくれた。ロイちゃんのためにフリーズをシングル固めて、ダバルパート。あとはもうね、ダバルの方で範囲ダメージが特にないので、ウィズトーぐらいかな。数で押せるかなという形です。で、ロイちゃん能力解放で、回収も入れていっての全開。ナイス全開。ラバルのルート取りだけで、綺麗に全開。ガントレットと。クイーンとロイちゃんはだいぶ時間捕まってたからね。ルートライダーラッシュクラウス、インビジブルター発動してから、ここの一気のトームをかけていって、レイジ。
まあ昔はこのね、タウンホール引き潰していくやり方結構使われてましたもんね。タウンホールサイドから。両サイドカットしてタウンホールから突っ込むっていうやり方非常に流行ってたんですけど、ちょっとこれインビジブルターの発動もあってルートがかなり崩れてますね。スパジャイもなんかうろうろしてます。ウイちゃんも採用しちゃったので、形としてはかなりだるい形にはなってる。さあ、ここでオーバーグロー奥へ。さあ、壁をこじ開けさせて、ババが、ウィンを殴りに行ってくれました。これユニットだけで下側突破できたの偉いな。スケルトンとストライカー、スーパーホグ、スーパーバーバリアンで、この区画を突破してくれた。これ結構でかい。で、クイーンとキングのためにウォールブレーカー使ってきますが、ここがね、スーパーウォールブレーカーとの違いですね。範囲ダメージそっちまで。あ、スパジャイが。スパジャイエラー。ルートライダーの代わりに穴開けしてくれた。ロイヤルチャンピオン能力解放。フリーズ一発というところ。打つのは中心マルチ IT。クイーンの方が、ここは最終区画も届いて、ロイちゃんの方もここはマルチ両方へし折って、ちょっと危ないアタックだったけど、ナイス。ルートライダーラッシュすごい配置だな。うん。ここはジャイアントアローをぶっ飛ばしていきまして、インビジブターの解除だけ行い、オールブレーカー、なるほど。キング入れようとしてるこれ。キングクイーンを合流させようとしてるって形かな。さあ来ました、キング。フリーズまで当然使っていて、これ使わないならフリーズが必要な場面ですね。かなり火力も高くなっていくところ、一気のトム。頑張れガントレット。さすがに、天下のジャイアントガントレットでも、ここは、死んでしまいましたが、ガントレットで飛ばすことができています。で、9時側10日弊社にスケルトンの呪文追加して、いいですね。で、中心はオーバーグロー。インビジブルターの解除だけさせてもいいシーンだったけど、させずにって感じ。あとはレイジ。2発あるので、1枚ここ豪華な使い方。ヒーラーもスライドしてほしい。あ、いいね。バホグ走り込んできます。クランジョの方はもう、ブレてるっていうか、無視っていうか、エングは終わってるので、ポイズンこっち置いて。その辺のユニットでインビジブルター解除だけしてほしい。偉い。ペッカ結構攻撃力高いな。ペッカ強いな、それ。ペッカ強いな。10日弊社のペッカが非常に強い。強い。偉いな。旋回。4つ3クイラバ。クイラバ固定の月でしたね。タウン近くからクイーンを置いてベビドラと。外周外からタウンホール拾って、6時区画に穴開けっていう形なのか。いや、怪しいな、この。大工つけるかな。左につけたい感じ。こっちでも良さそう。大工5個だとちょっとね、これ、全然直されるのも早いね。そうだよな、これ左一歩膨らむよな。左行ってってことか。左行きが正解か。うん。ホーミングチェック入れてから。ちょっとタウンポイズン受けちゃうんで、インビジブルから入った方が良さそうなんですよね。ホーミングチェック入れない。ボールブレーカー使わない。でもここ使った方が良さそう。さすがに。どうなんだろう。使わなかったね。これいじって、キックガントレット、ロイヤルチャンピオン9時から。ラバルトツを持ってますけど、どういう使い方になるかな、これ。ロイちゃん能力解放。まだラバルパートも始まんないですね。ギリギリまで貯めていく。オールブレーカーは下からつけていきます。ボマーが来ました。そのボマー強いな、確か。
結果的にはそこ壁殴る形になったか。外周ね、12時とか特に対空に関係ない施設しか残ってないので、ガーゴイル無双、フォーマーがたどり着いて、インビジブル。ウォールブレーカー偉クイーンのためのウォールブレーカーになった。それツンよ。ラッキーウォールブレーカーハマりましたね、これは。で、一気のラバーストライク。ストライカーは投げてないかな。ラバトーム入れていきます。あとは数で押していかなきゃいけないという形。イーストも一応あります。宝石のタグはしっかりラバで取れてるね。この長弾と対1クロスがうざいんで、そっちにフリーズ打ってクイーンエンメのが良かった気がする。まあ、知らないね。まあ、フリーズは待ってたんで、ここは、イーストからのフリーズかけて、ナイス展開。星371天才。よく見る配置。突撃艦ではなく、バルーンを投げて、シューターをその手前に置いていきます。71はどこだ？真ん中かな？さすがに。弟子さんが確かこの配置攻めてましたね。で、1残ったと。最近結構天才の数細かく変えてたんですけど。で、対1クロスのタイミング、うまいね。対1クロスをしっかりシューターに入れないように。これはもう取り方知ってますよ、攻めですね。キングが壁を殴るだけでクイーン処理ができるというとても素晴らしい。ここもリクスケ殴って突破していきます。その隙にシューターが、これ強いな、シューター。さらにボールブレーカー繋いでいく12軸角へ。うわー、これ強え。ヒーローパートとシューターがめちゃくちゃ強い、これ。これでマルチゾーンにシューターぶっ刺さるからもう、これ、最強すぎますね。大工かからないと。シューターだけで飯食えるわ、これ。ナイスクローク。防弾突破。マルチアーチャーターンもそろそろ消える。マルチ IT にターゲットがあって、ポイズンターンも反射で消えていく。いや、強すぎるな、これ。で、さらなるマルチへシューター。もうシューターだけで飯食えるってこれ。強すぎる。で、ラバルパート。下からスタートです。で、キングの方でクイーン処理もしっかりやって、アイゴレからのバルーン。イーグルもクイーンが拾えて、ロイヤルチャンピオンのターゲットをアイゴレで吸うことができる。で、そのフリーズを見てストライカー刺して大砲もね、削れてるので、ストライカーがロイちゃん処理をできると。でクイーンがなんか、これタウンホールケアできそうですね、この感じ。ウォーデンちょっと離れちゃったけど、ここでロイちゃん能力解放からのトームは使っていく。いや、強すぎ、これ。強すぎる、これ。パーフェクトプランだな。もう普段から取ってるやり方だと思うんですけど、まあ、呪文が余るからこれライトニング持ってかなくていいやっていう。7発でもいいやって形かな、これは。ちょっと強すぎますね、これ。えぐー。最強だ、これ。ラストアタックですね。ヤッターくん、ルートライダーラッシュ、援軍釣れるとこは釣れる、釣っていくってやり方が結構ヤッターくんのルートライダー多いですね。まあ、クランジョが結構外側に置いてある配置もね、結構あったりするので、事前に処理できるのはもう美味しいですね。まあ、このやり方するならね、ディギーとかをウォーデンにつけても良さそうではありますが、ロイヤルチャンピオンも使いつつ一気の塔も入れていきます。ちょっと15番防衛施設のレベルが低くなってるような配置ですかね。12軸角がちょっとルートライダーは向かってくれてないので、横打ちクイーンにも入りそうですが、タウンホール、オーバーグロー。結構早めにかけましたね、これ。まだユニット向かってないんで、この辺ぐらいでかけても良さそうなんですけど。まあ、ここら辺とかでね、やっぱポイズンリザード採用がディギーとの違いで、ここのヒーローたたったところみたいなところが、差が生まれるシーンかなっていうところですけど、
リザードがいないんだよね、もう。この、本来欲しいタイミングでいないと。さあ、サッカーボールはついてないガントレット型、打ち破っていく、ボールブレーカーも繋いであげて、最終的にいろんなユニット集まってきての全開が刺す。はい、というわけでね、最終日はちょっと41点と、点数自体は一番低い日にはなったかな。4本か。4ミス結構珍しいですね。で、まあ冒頭も言ったんですけど、ルートライダー使ってる人が中心にアタックを失敗しており、それじゃない人たちが前回を取り続けたというところで、まあ必ずしも相関性があるかどうか微妙ですが、まあ、このメンツ集めてたら相関性あると言えるんじゃないかなというところで、弱体化の影響ありと判断します。悪のライドラ採用とかめちゃくちゃ早かったもんね。初日からも変えてたし、まあ天才ラバルに戻した人もいれば、クイラバやったりとか、いろんな編成とかがね、まあ半分ぐらいかな。ルートライダーじゃないアタックもいくつか見れてっていうところで楽しかったですね。またアップデートとかバランス調整でね、また環境変わったりとかいろいろあると思いますが、今月もね、レベルの高いアタックとかいろいろ見れて楽しかったですね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価、シェアしてまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。